どう？おはよう。おはようございます。唐揚げもまだ終わってません。でも時間もやばいで。唐揚げ終わりましたよ。唐揚げ乗せます。あ、本当だね。せーの、せーでいただきます。あ、今日は寝起きもっぱんです。なんですけど、これを用意してる間にまあ目が覚めますよねっていう。ね、でもまだ目が腫れてますね。嫌やね。これ作るのに15分くらいかかったんやけど、起きて歯磨いてもこれ作り始めたから、そうだね。言うてほっ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 ほ寒い。食べてみよう。いただきます。一袋入れた？入れた。本当に食欲がないですね今は。いただきます。全然辛くない。麺伸びすぎてる。もちもち。伸びてる。てかさ、この辛いの食べてる時にさ、みんなさ、なんか激辛質問コーナーとかやってるじゃん。わかる？例えば恋愛質問みたいなに対していつもやったらなんか親身に相談乗るけど、辛口でなんかそんなん言ってんとみたいな、ちょっときつめに答えるみたいな感じにちなんで、その激辛やからちょっとこう嫌だったな、こんな言い方されてみたいな、日常的に起きた出来事みたいな、それをちょっと話したいなと思って、この間花火行ったじゃん。でその花火大会行った時に、まあ人が多い。まず私らが取ってた席っていうのが、まず無料席やねん。無料でなんかどこにシート引いてもいいですよみたいな席やから、その朝早くに取りに行ったわけ。てかなんなら夜中に取りに行って、でもうみんな引いてるねんな。でもう結構埋まってて前の方は。で中間地点ぐらいに引けてん。場所ね。で中間ぐらいに引けたってことは、そのエリア内に入る前にその歩道みたいなのがあるわけ。歩道があって琵琶湖沿いの芝生みたいな、そこにみんな引いてんねんけど、その芝生の中の真ん中ぐらいなわけ。ってことはで芝生の真ん中ぐらいねんけど、去年もそうやってんけど、大体7時半から打ち上がるってことは、その立ち見の人、その席すらも取りに行かへんかった人は、その芝生の後ろの歩道に広がるわけ。だから歩道が通れなくなるのね。みんなその歩道でも場所取りみたいな、逆にそこで場所取りするのが逆に次始まってきて、でも中で席取った人は中で席取ってるから、その分買い物とか行けるよっていう朝頑張った分みたいな感じで、でもそのさ、みんな歩道の中で一番前を取りたいわけじゃん、立ち見の中で。だから早い人とかさ、もう6時ぐらいか、6時とかさに着いた時にはさ、もう立ったはったやん、もうそこで動かないみたいな、1時間以上で、そういう場所取りの仕方をみんなすんねんけど、ってことはさ、中に取ってた人は、その歩道を立ってる人に「あ、すいません」って言って、そうだね。あれさ、そういう隙間みたいなの作ったらよくない？でも多分作っても埋まんねやろな、絶対。だけどそういうその入れるところがないから「すいません」って人かけ分けてみんな中に入っていくねん。だけど中で席取ってる人なんてさ、中で席取ってんねんからさ、そのわざわざさ6時とかに座らへんやん。そうやな。なんかお母さんとか座ってる人いたけど、そんな座らへんやん。だからみんな大体花火が近くなってきたら「すいません」って中入っていくシステムなんやけど、特に今年は雨やったから、そのみんなが中に入るのも遅かったわけで、私としゅうちゃんなんて特に遅かったわけ。動画見てもらったら分かるけど、どうするって悩んで入ったから。で去年もそうやってんけど、今年も行ったらもうブワーって人の塊みたいなのがいて、ちょうど僕の前に女の人が一人おって、ちょっと大きめの女の人がいて「すいません」って入ってったはったんや。いてはったな。そうだから、後に続けばいいやんと思って、後に続いてんで、その歩道のところに木が生えてて、このブロックみたいになってるの分かる？こうちょっと座れるみたいな、そこで座ってる人もおって、そこに座るみたいな感じの人もおって、そこの入り口がその木の陰から入るみたいな感じだったから「すいません」って言ってその人が入っていかはったわけ。でその人は左側に隙間があったから、そこに降りはってんな。行ったな。そうけど私らは前やから、多分その人は席を取ってなくて、多分そこの隙間に入り込みたかったんやな。
らはその前の方に席があるから入っていきたかったわけ、で一緒にこう入っていくやんか、その人の背中で、ほんならその人が左側に無理やり行かはってんの、でそこに座ってる人がいるわけ、この足元には、座ってるおばちゃんがおって、そこを無理やりこうガッてこう乗り越えていかはって、でもそれぐらいしないともうみんな避けてくれへんわけ、それでみんなもさちょっと避けてくれたらいいやん、なのに多分この自分が見たいからっていうのと、なんか前に行かさへんみたいな、ちょっとこの意地悪な前の人が、行かはったから左側に、だから僕もと思って、行こうと思って、左側から行こうと思って、ほんで「すいません」って続いて行こうと思ったら、ここに座ってる人がいて、ここを通っていくみたいな、要はそれぐらいや、だからこの人の肘とかが僕の膝ぐらいだったの、ちょうど、ほんでなんかその人についていこうかなと思ったら、こうやられてるの、まず僕から阻止されたんだよ、で無理なんやけどと思って、で斜め右も空いててんけど、斜め右にはなんか小学生に上がるぐらいの女の子を抱っこしたお父さんが、逆に中から多分子供が嫌って言ったんでしょうけど、外に出ようとして抱っこして待機してはったわけ、ここにもう目の前だから、こっちには行けへんやん、こっちしか行けへんわけで、この人は僕らがいるから通れないみたいな、だから僕らで動かへん限りこの人はどこにも行けへんから動かなあかんやんか、自分がだから行きたいのに阻止されて、でちょっと行こうかと思って足ほんならこうやってやるってやばくない？やばいよな。そのさ、人混みやからってさ、もうそれさ普通にさ街でやってると思ったらやばない？結構な力ですね殴られて、結構さボーボーいや普通に考えたらね、ちょっとイラッとしたわけ、痛かったし、イラッとしたけど、まあここは我慢しようと思って、我慢しようと思って無言でいたわけ、無言でいたらここのそのお父さんみたいなおじさんに「早く行ってもらっていいですか?」って言われて、そう「早く行ってください」みたいな、なんなら早く行ってくださいってなんか「早く行ってください」って言われて、いや無理やんと思って、でその「早く行ってください」がちょっともう来ちゃって、その積み重なっちゃって、いや無理でしょみたいな、で言ったんよ、もう思わず無理じゃないみたいな、こっちにも行けへんし、あなたそこにいるよねみたいな、あなたがちょっとでもこうやって避けてくれたらいけるわけ、どけてくれへんかったよな。そうで、その男の人がちょっとでも左にずれたらね、その隙間で行けて、でもその人もこうなわけ、そうやな。いやこうしてるんやったらどけてよと思って、いや無理じゃないみたいな感じで言ったら、ちょっとこうやってどけてくれたわけ、それで通れてんな。そうやな。だからその早く行ってもらっていいですかってそれ言いたくなるのは分かんねんか、言いたくなるのは分かるけど、それだったら「すいませんちょっと子供が泣いてるんでちょっとどいてもらっていいですか?」とか言ったら分かるじゃん。で自分も避けるとかさ、そうやな。けどさ、どう考えてもこっちの人でもさ足殴られてんねんからさ、いけるわけないやんそうやか。な。だからさ、あなたがちょっとでも避けてくれたら、いやそれな、だからなんかみんな余裕がなさすぎと思った。しかも時間に始まってたやん、始まってたのに、そういうの言ったら悪いけど、こう出ようとする人の方がちょっとなんか悪いじゃないけど絶対無理じゃねっていう状況じゃない。だって普通は入っていく人の方が多いわけやん。なのにまあしょうがない、子供はおるから、だけどこう出ようとする方がなんかもうそっちがどけようと思った。しょうがないなら自分もどいた上で通ってください、どいてくださいみたいな、こっちが悪いみたいな感じじゃん。すいません出るんで通ってくださいみたいな感じやん。なのになんかどいてくださいとか言われて、そう、ほんでじゃあこっち通ってくださいって、まあなんとか自分たちの席にたどり着いたわけ、で花火を見始めました、で雨が降ってたから、みんな傘さしてたよ。そうやな、そうやな。やばいやつ、テント張ってるやつやばかったよな。あれ後ろでめっちゃざわついてたよな、テントのせいで見えへんねん。見えへんかったな、下なんかテントあるじゃん、普通のキャンプ用のテントを多分立てて、でそこの中で見てる人がいて、なんかそのテントでみんな見えへんみたいな、下の方のやつだから結構後ろの方で「あのテント何？あのテント邪魔じゃない？」みたいな感じになってるんけど、みんなその後ろの人にも配慮する余裕もないみたいな、だからみんな結構わりかしこう傘を差してて、で地べたに座ったらお尻が濡れちゃうから、みんなちょっとこう中腰とかしゃがみながらこう傘差してるから、結構高さが高いから、もうなんか下の方の花火を諦めるしかないみたいな。で僕らも傘を持っていかずにその袋しかなかったからこうかぶってたんよ。そうだね。袋だからさちょっと高くなるじゃん。で
なおかつ腰が痛かったからりーちゃんなこれができひんかったわけ、うんうんうんで座るのもさ私らもさ椅子とか持ってってなかったからさ、中腰っていうかさちょっとこう足をこう縮めて、なんかうんこ座りみたいな感じでこうやって見てて、だからさみんなもそうやけど僕らも高くなるやんか、でまあ言ったらもう花火が始まってるよぐらいで入ってったから、もうそこの僕たちのところとあと何箇所か空いてるみたいな、後から来た人も多かったやん今回雨やったから、で帰った人も多かったやん途中で、雨ひどすぎて、そういう感じやってカオスやって結構花火が、そしたら入ったほぼ瞬間やな、入ってもうかぶった瞬間に後ろの分からんしーちゃんは言われてないから分からへんけど、なんかおじさんみたいな人に、りーちゃんにな、なんかもうちょっとしゃがんでもらっていいですかみたいな、見えないんですけどなんか見えへんねんけどもうちょっとしゃがんでみたいな、そんな言い方やったっけ、しゃがんでみたいな、トントンってされたんやなそれも、で私はもうそれ声しか聞いてないから、どこかぶってるから、どのおじさんかも分からない見えへんからねけど、りーちゃんがトントンって強くされて、なんかそれもさ、もうみんな傘さしてんのにさ、なんで前の私らだけ言われないかって感じやん。なんかもううざかったよなそれも。それも背中を結構叩かれてバシバシバシみたいな、いや背中痛いんですけどと思いながら、なんかでちょっとこうパッて振り向いたんや、振り向いたけどもうこの髪が邪魔で相手の顔あんま見えへんみたいな感じで、そんなん言われたけど、それはもうはっと思ったけど、まあ、直接言うのもあと思ってしーちゃんに「そんなん無理やんな周りもそうやし」みたいな「なんで私らだけ?」みたいな感じで「いや無理やろどう考えてもこの感じでそのこれ以上低くって」みたいな感じで言って、なんか相手になんか言ってもないけど、しーちゃんに「無理じゃないこんなんもう」みたいな感じで言ってなんかごまかした。そうだね、で向こうの人もそれ以上言ってこうへんかったし、でもそれ以上言ってきそうな感じやったよ。感じやった。後ろで言ってはったもん、なんか見えへんなみたいな。だそんなんさ、こっちも申し訳ないとかも思うけど、まあ無理なのもあったやん。でもりーちゃんもさ腰が痛いからさ、やっぱ私は背が低いプラス腰が全然痛くないからもうこうできるわけよ。だから高さはこんぐらいさあったわけ。しかもしーちゃん側じゃなかったんな、そのおじさんが僕の後ろからこっちやって、しーちゃんこっちにおったからな、だからりーちゃんに「変わってあげようか」って言って、でなんかそれでもなんか分からん、なんか分からへんけどいいみたいな感じやったやん。ほんでなんかもうしーちゃん的にはりーちゃんが腰痛いの知ってんねんけど、どんだけ痛いかは正直分からへんやん、治りかけと言いつつ、だからりーちゃんもうちょっと低くしてよと思ったんよ。もし次言われたら嫌やからな、けどまあ無理なんやろなみたいな。でそしたらこっちもちょっと不機嫌になってきて、しゅうちゃんがな「なんでりーちゃんもっと低くしひんの?」みたいな、また言われたらどうすんのみたいな、一瞬だけでもやればいいじゃんって言って、でまた高くすればいいやと思ったんよ。だからそれにも嫌になってきて、ちょっと喧嘩じゃないねんけど空気悪だったじゃん、ここがね。でだからりーちゃんが花火もういいとか言い出して、もうなんかそれが嫌やなって、なんでこの人たちのせいでここの仲が悪くならなあかんのって、それで腹立ってきて、お前らのせいでしゅうちゃんと喧嘩になってるやんけ、ふざけんなよみたいなマジでしゅうちゃんと喧嘩が一番嫌やったから。でなんか自分の中で腑に落ちひんポイントがあって、まずそのみんななんなら私らの前にいた中国人の人でうちらは見えへんかったわけ。見えへんかったな。で多分その中国人の人も前の人のせいで見えてないし、で私らも前の人の傘で下の方見えてないわけ、でももう下の方はさ見えへんから今回諦めやなとか言ってたんよ、そういう風に言えばいいやん。それな、これがな18とか19のな、カップルとかやったらちょっとかわいそうとか思うわけ、やのにもう結構50代とかのおじさんとおばさんやったから、大人でなんかその余裕なって思っちゃって、そうで言い方もトントントンみたいな「すいませんちょっと見えないんでちょっと低くしてもらっていいですか?」みたいな感じやったら僕も「あごめんなさい」って言うねんけど、なんか言い方が言い方やったし、いやそんなん言ったらみんなやんそうやんなってなったし、じゃあ前の人にも言ってきたらって思ったんよ。僕らがこうしたとて、いや前の前でまた見えへんでって思って、だからまずそれが1個思って、はって思っちゃってのと、多分その私らがこう撮ってた後ろに多分こういう風に撮ってたっぽくて、縦に私らが横にいて、多分その横にも横で撮ってる人がいたから、隙間を利用して多分縦に撮ったっぽくて、娘も一緒に来てて、
ってんな。起きてたな。でしゅうちゃんは知らんかってんて、その娘に。知らんかった。で娘がな僕の隣におったんよ、ちょっと後ろぐらいの隣におったんよ。でこの娘の後ろにお父さんとお母さんがおったんよ。でと思うやんか。でパッて横見たらな、その娘な、みんなな、なんかみんなこうやって、そうだね、みんなこうやって見てんねん。その娘な傘さしてな、そうやんな。じゃあ私はその親子って気づかへんかったんやけど、りーちゃんの隣に女の人がいたから、女の人結構視線高かったよ。もう高かった傘さしてたじゃん。これありなんと思って。多分その服が濡れ、なんか服濡れるでとか気にしはって親子でな、何々服濡れへん大丈夫とか言ったってんか。だから多分その靴とか服が濡れへんように結構高めで、もう中腰レベルじゃなかった。それが後に親子と気づくと。そうでしゅうちゃんは親子って気づかへんかったからあれやねんけど、僕は親子って知ってたから、だから人のこと注意する前にあんたの娘はどうなんって思っちゃってんな。でどう考えても周りよりも高いわけ。高かったな。そうでなんかもうなんか分かる、こうなんかもうなんていうの、焼けへんようにやって、もうなんか完全防備みたいなんで着てんねん、濡れへんようにみたいな。だからまずあんたの娘はどうなんて思ったし、あんたの娘のせいで後ろの人は多分見えてないよって思って。だからなんかそれやったらまず「何々もうちょっと低くしや」って言ってから言うなら分かるけど、なんか「何々大丈夫？服濡れてんじゃない？」しかもそんな娘もう30ぐらい。そうやね。小学生やったらねあれやけど、小学生やったらさ中腰になっててもさ、もっと見えるようにやりやってうちらもさ見せてあげたくなるけどさ、もう30過ぎのうちらより全然年上やったで。やのにさ、その自分の娘はよくてさ、そうみたいな、それうっとうしかったよな。めっちゃだるかったよ。多分立てるとってんねんけど、娘に見せてあげたいから娘が前で親が後ろに下がった形やねん。だから娘が高すぎて見えへんから多分横に来たんや。ほんなら私としゅうちゃんもおるやん、しょうがなくねって。しょうがないよな。だけど僕はそれを分かってたから余計腹が立ってたのもあって、わざとじゃないよ、もう限界やったからその高さやってんけど、逆にわざわざ自分がめっちゃしんどい思いしてまでこんなんやってやるかとも思って。そうだね。そう、そんなんだって娘もそうやから、そういうのもあって別に姿勢を変えへんかったわけ。今日しゅうちゃんは娘って気づかへんかったから、その姿勢を変えない僕に対してってなっちゃってるな。でも後から娘って知って何みたいな。そうだからりーちゃんが怒ってるの分かったから、次言われたらもうこれはしゅうちゃんが言ってやろうと思った。言ってたよな。久々に私もちょっと苛立って、あんまそういうのないけど、あとりーちゃんがかわいそうが買っちゃったんよ、腰痛いのにと思って、だからしゅうちゃんももう言うしなって言ったんよ、言わんといてって言ったよ、しゅうちゃんは言ったらあかんから、いやしゅうちゃんはもう発散したくてもうめっちゃ言いたくなったもん。しゅうちゃん言ったらあかん。いいんだよ。しゅうちゃん言ったらあかん。巻き込まれたらかわいそうやからしゅうちゃん言ったらあかん。けどその結局何も言わずに最後まで花火終えて、見えづらいなとか見えへんなとかなんか言ってたけど、それ以上なんか言ってくることもなかったし、とかなんかあのテント何とかも言ってはってんか、だから標的が僕らっていうよりはもう見えづらいっていうのが標的になってたから、まあいいけど、だから花火の時に改めて自分もちょっと考えようと思った。人に物を言う時にそうだね、なんかすいません通してもらっていいですかみたいな、その優しく、でも優しく言うとかき消されるんやけど、だからさあんまり難しいまずいなねんけど、でもなんかそんな言われ方して嫌な思いしかしへんかったから、でもまあ自分も自分たちで悪いで、なかなか早く入っとけばじゃあもう5時とかにいろよそうの話っていう話やったし、だけどお互いで問題があるんやったら、お互いが歩み寄れたんやんか。そうだね。やし、なんか僕もそこでなんか「避けてもらっていいですか?」って言われたら「あすいません」とか言い返せへんかったから、僕も僕やけどちょっとイラッとしちゃったから、だからそれはすいませんって感じやけど、でも僕からしたらそこで言い返さへんかっただけちょっと感じしてえらい成長したい成長したよと思って。でもほんまに何も言わんくなったよな。なったもうなんか逆に無視みたいな。もうりっちゃん花火見ずにごめんねしゅうちゃんごめんねしゅうちゃんは分かったからみたいな、もうちゃんと謝ってごめんね、花火全然綺麗でしゅうちゃんは花火見てるからいやもうその方が可愛いわ。でもごめんしゅうちゃんでごめんねって思いながら頭のこっちの人にふざけんなお前のせいからって
はいだからまあ自分で血も悪かったし、はい、相手のその2人の人、あと足殴ってきた人に関しては僕は悪くない。そうだね一方的に足殴られたし、しかも足殴られたのに何も蹴ったりしてないそうだね。そうけどまあ余裕って大事だなって思った話。余裕って大事よ。自分もやし。はい、せーのでごちそうさまでした。この動画を見て、まあ花火大会はどっちもどっちだなって思ってくれた人はグッドボタン、チャンネル登録、コメント、ボタン登録お願いします。バイバーイ。